なりたいチャンネルです。兄弟チャンネルの青虫の朗読チャンネルにもよろしくお願いします。魔王学院の不適合者第2章魔剣大会編第55話精霊病第56話霊の過去朗読を始めます。魔王学院の不適合者第55話精霊病。俺はさして苦戦することなく順当に魔剣大会を勝ち上がっていく。金面を常時行使し続けるのは魔力の消耗がかなり大きいのだが、対戦相手は皆1回戦で戦ったクルト以下の雑魚ばかりだ。平均戦闘時間が3秒にも満たないのだから、魔力の枯渇を心配する恐れはまるでなかった。ノイリア選手の剣の破壊を確認しました。アノス・ボルディゴード選手の勝利です。観客席の一角から歓声が上がる。ファンユニオンや白服の生徒たちだろう。それとは別種のどよめきが、違う場所から聞こえてきた。マジかよ、あいつ、また秒殺しやがった。無傷で決勝進出か、今月とは思えない強さだな。こうなったら、もうネマの牽制にかけるしかないぞ。ああ、レイ、グランズドリーもここまで無傷で勝ち抜いている。俺たちの期待に応えてくれるはずだ。皇族派のザレ言を背中で聞きながら、俺は控室へ戻っていった。中へ入ると、ミサが待っていた。すぐに向かいますか？ああ、父さんと母さんに声をかけてからな。控室を出て、観客席の方へ向かう。ちょうど父さんと出くわした。ああ、アノス。父さん、仕事があるからもう行くな。明日は絶対に見に来るからな。忙しいなら、見に来なくてもいいが、魔法放送もあるだろ。魔剣大会は、リムネトの魔法でディルヘイド各地に声や映像を送っている。魔法放送用の魔法具はディルヘイドの5割ぐらいには行き渡っているため、デルゾゲードに来なくても見ることはできる。それもあるから、皇族派は今月の俺に優勝させたくないのだろうな。心配するな。忙しくたって、見に来るに決まってるだろ。お前の晴れ舞台なんだからな。父さんが俺の肩をドスンと叩く。自分が怪我をしていることを忘れていたのだろう。父さんは顔をしかめた。まったく、随分と無理をしたものだ。エントの魔法を使い、父さんの怪我を治す。どうだ？治ったぞ。さすがだな、アノス。全然痛くない。ほら、こんなに動いても。父さんが完治をアピールするように前後左右に無駄な動きをする。そして、うっかりつまずき、近くにあった石壁に頭を打った。しゃがみ込み、父さんは頭を抱える。うぐぐ、すまん、もう一発、直してくれ。放っておけば治るぞ。さすがに魔法を使うほどではない。おう、ほんとだ。治ってきた。父さんはすっと立ち上がる。じゃあな。手を振って、父さんは足早に走り去っていった。ごめんね、お父さん、慌ただしくて。これでも無理して時間作ってくれたみたいよ。そう言いながら、母さんがやってくる。父さん、今何の仕事してるんだ？ね、お父さんには内緒にしとけって言われてたんだけどね。母さんはにっこりと笑い、そう前置きをする。混合鉄の剣を鍛えるにはうちじゃ無理だからって、お父さん、知り合いの工房の人に頭を下げて設備を貸してもらったの。代わりに仕事を手伝うからって言って。なるほど。だから、最近家にいなかったのか。アノスちゃんは賢いから、きっと私たちに迷惑をかけられないと思って、剣を買ってほしいって言い出せないんだって。アノスちゃんに知られたら、きっと止められると思って、お父さん、こそっとその剣を作ったのよ。完全に勘違いだな。勘違いではあるのだが、やれやれ。優勝したら、父さんの剣のおかげで勝てたとでも言ってやるか。お母さんが口を滑らせたっていうのは、内緒よ。わかった。それから、今日はもう出番がないから帰るぞ。あれ、アノスちゃん、残りの試合見ていかないの？ちょっと用事がある。それに、どうせレイが勝つ。そうなんだ。じゃ、その剣、お母さんが預かってあげよっか？そんなの持ってたら、何もできないでしょ。母さんは俺の持っている混合鉄の剣を手にする。別に大丈夫だが。でも、重たいでしょ。アノスちゃんは明日に備えて体を休めないとね。母さんは半ば強引に俺の剣を取った。大丈夫よ。この剣がなかったら、アノスちゃんが決勝戦に参加できないんだもの。お母さん、何があっても守るわ。確かに魔剣大会では予備の剣の使用は認められていない。
だが、アボス、ディル・エビアは決勝戦で何か仕掛けてくる腹積もりのはずだ。わざわざ俺を参加できなくすることはあるまい。大げさだな。そう？母さんは金剛鉄の剣を胸に抱くように抱える。じゃ、任せた。うん。大事に家に持って帰るね。さて、ミーシャやサーシャも闘技場のどこかにいるだろうが、まあ、いいか。じゃあな。母さんにそう言い、きびすを返す。背中から、女子生徒の声が聞こえてきた。あ、お母様、新しい応援歌のアドバイスをしてほしいんですけど。はーい、じゃ、聞かせてくれる？すっかりファンユニオンの連中と打ち解けている様子だ。どんな歌が出来上がるのか、あまり考えたくはない。待たせたな。観客席の入り口で待っていたミサに声をかける。いえ。ミサに手を触れ、ガトムの魔法を使った。転移した場所は、ログノース魔法委員のすぐ近くだ。どうしますか？そうだな。いくらでもやりようはあるのだが、判別対抗試験で見せた、あれを使えるか？フスカ、ですか？その、雨になる精霊魔法の？ああ、魔力を貸してやる。できるだけ広範囲にな。わかりました。ガイズの魔法で、ミサに魔力を融通する。次第に街全体を覆う雨雲が現れ、パラパラと雨が降り始めた。俺の魔力が、フスカの雨と霧に溶け込み、覆い隠される。魔法委員の扉を開ければ、そこにうっすらとした霧が入っていく。俺たちは堂々と歩いているが、他の者には、フスカの効果で姿を判別できないだろう。遠見のマガンで受付にある入院者名簿を確認する。シーラ・グランズドリーの名前を見つけた。レイの母親だろう。地下10階の特別病室に入っているようだ。そのまま階段を降りていき、地下10階に到着する。特に変わった様子もない普通の病室だ。俺は迷わずドアを開けた。部屋全体が治療用の魔法陣になっている。中央には寝台があり、そこに一人の女性が眠っていた。シーラだろう。俺とミサは彼女の傍らまで歩いていく。体が。ミサはそう声を漏らす。シーラの体は今にも消えそうなぐらい、透き通っていた。目を覚ます気配はなく、本当に生きているのか疑問に思えるほど生気がない。ふむ。これが精霊病か。シーラの頭に指先で触れ、マガンで彼女の体内を診断する。だが、どれだけ深淵を深く覗こうと、病巣らしきものは見当たらない。魔力の乱れはまるでなく、ただ微弱なだけだ。妙なのは、これだけ魔力が微弱な状態なら、どんどん状態が悪化するのが自然だということだ。しかし、今のところ、シーラの容体は小康状態を保っている。わかりますか？老衰の時の状態に似ているが、彼女の体は正常だ。ただ寿命が来て弱っているとしか思えない。だが、そんな年齢とも思えぬが。いや、これは。なるほど。だから、精霊病か。どういうことですか？この女はお前と同じ判霊ハーマだ。ミサはびっくりしたように目を丸くする。でも、レイさんは皇族ですよね。生みの親と育ての親が違っても不思議はない。それは、はい、ですね。おそらく精霊に関連した病なのだろう。精霊の生態は少々ややこしい。魔族の常識はほとんど通用しないと見ていいだろう。でなければ、俺のマガンで病巣が特定できぬわけがない。そういえば、レイさんが前に判霊ハーマは長く生きられないって言ってました。精霊魔法まで使って、ピンピンしてる判霊ハーマはいないって。俺の家の庭で話したことか。心当たりはあるのか？いえ、私は判霊ハーマですけど、精霊のことは何も知りませんから、すみません。母親を人質に取られ、レイは体に魔法具を埋め込まれたのだろう。この状況から察するに、母親の病気を治す交換条件に、皇族派の言うことを聞いているといったところか。しかし、どうやって小康状態を保っている？見たところ、周囲の魔法陣はシーラの病状に対して何の効果も上げてはいない。だが、レイが闇雲に皇族派を信用したとも思えぬ。この魔法委員では精霊病に効果のある治療を行えるのだろう。つまり、精霊に詳しい魔族がいる、というわけだ。神話の時代の魔族の可能性が高いな。どうするか？母親を助けてさえしまえば、あとはレイの体の魔法具を取り除くだけだ。それにはまず母親の治療法を探る必要があるか。いや、その前に一つ試してみよう。ミサ、頼みがある。
はい、何でしょうか？レイから事情を聞き出す。特に母親のことだ。彼女の過去がわかれば、それを期限に、レバイドが使える。時間が戻れば、病巣の特定ができなくとも治るからな。無論、しくじればお前もレイも危険にさらされるかもしれないが、ミサは決意したようにうなずく。やってみます。第56話、レイの過去。俺たちは病室で待つことにした。やがて、ドアが開く音が聞こえる。入ってきたのはレイだ。彼はまっすぐ母親の元へ歩いていくと、じっとその顔を見つめる。母さん。返事はない。シーラは眠り続けている。魔剣大会、勝ったよ。明日が決勝戦だ。物言わぬシーラに、彼は淡々と報告する。明日まで待っててくれるかい？必ず、助けるから。レイの表情にいつもの笑みはない。彼は悲しそうに母親の顔を見つめている。明日、何があるんですか？声の方向をレイは振り向く。うっすらと漂う霧がミサの姿に変わった。ガテンが言ったという調子で、レイが言う。いきなり変な雨が降り出したと思ったよ。まさかここに来るとは思わなかったけどね。レイさんが自分の意志で皇族派になったとはどうしても思えませんでしたから。レイは考えの読みづらい意味を浮かべる。僕は嘘つきなんだ。嘘つきは嘘つきなんて言いませんよ。ミサの言葉に、けれども表情を崩さず、レイは言った。君一人かい？そうですよ。無論、嘘だ。俺はミサの、フスカ、で姿を隠している。下手な動きをしなければ、気がつかれることはないだろう。じゃ、悪いけど、アノスには話さないでくれるかな？いいんですか？そんなこと言って、アノス様には話すなって誰かに脅されてるってことですよね？そう思うかい？アノス様なら、きっと助けてくれると思います。彼に知られた時点で、僕も、僕の母も助からないけどね。やはり、脅されているのは間違いないようだな。どういうことですか？見ての通り、僕の母は病気なんだ。精霊病といってね、半霊半魔しかかからないせいか、普通の医者には治すことができない。ミサはシーラに視線を向ける。どういう病気なんですか？魔力が弱まり、根源が希薄になって、時間が経てばこのまま消えてしまうそうだよ。治療法は？レイは頭を振った。それを教えてもらってるなら、僕は皇族派に入らなかっただろうね。この病院でなら本当に治せるんですか？精霊病を発症してから、母は日に日に魔力が弱まっていってね。けれど、この魔法医院に入院してから、それが小康状態になった。治せるらしいよ。それが嘘でも、僕には信じる以外に手段がなかったけどね。小康状態を保つ方法があるのなら、病気の原因は特定できているということか。それがわかれば、治すこともできそうだな。母を治してもらう交換条件に、僕はいくつかやらなければならないことがある。魔剣大会でアノスと戦うのもその一つだよ。体内には契約の魔剣が埋め込まれてしまったから、これを違えれば僕は死ぬ。僕が死ねば、彼らは母を生かしておく理由がなくなる。契約の魔剣か、ゼクト以上に強制力の強い魔法具だ。契約を破れば、待っているのは根源さえ消滅させる確実な死だ。このことをアノスに伝えても契約を違えることになる。私にも話さない方が良かったんじゃありませんか？君なら誰にも話さないと信じているから。え？嘘だよ。一瞬の間に、レイはミサに接近した。霧に溶け込んで消えようとしたミサだったが、レイは魔剣イニーティオでその魔法術式をことごとく切り裂いた。フスカの効果が消え、霧はなくなり、外の雨は止む。レイは周囲に視線を配った。本当に一人のようだね。フスカの魔法で他に誰かが隠れていないか確かめたのだろう。誰か、というよりは俺だろうがな。確かに俺にかかっていた、フスカの魔法は消えたが、ライネル、で透明化し、さらに、カナジラ、で魔力を隠しているため、息を潜めていれば見つかることはないだろう。ミサに、フスカの魔法を使ってもらったのは、それさえ消せばもう隠れているものはないと思わせるためだ。それじゃ、ミサの両腕をつかみ上げ、組み伏せると、レイは懐からギザギザの形状の短剣を取り出した。それをミサに向かってためらいなく振り下ろす。思わずミサは目をつぶったが、彼女の体に短剣は刺さっていない。レイが突き刺したのは彼女の影だった。ごめんね。明日の決勝戦が終わるまではここにいてもらうよ。ミサは霧に溶け込もうとするが、
自らの影を縫い止められたかのように、うまく、フスカの魔法を操れない様子だ。この探検は、何ですか？影縫いの探検と言ってね。これに影を縫い止められると、影のある範囲にしか動けなくなるんだ。実体をなくすような魔法も使えないよ。やはり、そう来るだろうな。事情を知った者の口止めをする。というのも契約の一部なのだろう。殺せ、という契約でなかっただけマシか。まあ、生地契約で縛りすぎると殺す必要がないのに殺さざるを得なくなるからな。場合によっては、かえって事態を悪化させる。この部屋には魔法通信を妨害する反魔法が備わっている。リークス、で助けを呼ぶこともできないよ。私がいなくなれば、不審に思った統一派のみんながきっと助けに来ます。だろうね。でも、明日の決勝戦には間に合わない。それで十分だよ。ミサはじっと考え、聞いた。何をするつもりなんですか？ごめんね、言えないんだ。言えば、契約の魔剣が牙を剥く、か。誰がレイさんにそんなことをしたんですか？魔法エリオだよ。僕が知っている限りではね。エリオは傀儡だ。おそらく、これを企んだのはこの魔法委員を運営している正体不明の魔族だろう。状況から言えば、そいつがアボス、ディルエビアに関わりを持っているのは間違いなさそうだな。レイは部屋の隅へ歩いていくと、椅子を持ってきてミサの後ろに置いた。ミサが怪訝そうな顔で見ると、彼は薄く微笑む。座れ、ということだろう。ミサは静かに椅子に着席する。巻き込んでしまったね。レイの言葉を聞き、ミサは笑い返した。違いますよ。どういう意味かと尋ねるようにレイはミサを見返す。レイさんが巻き込まれたんです。統一派と皇族派の争いに。だから、ごめんなさい。思っても見ない台詞だったか。レイは目を丸くする。こんなことまでして、そっちから謝られるとは思わなかったな。それはレイさんがお人よしだからですよ。そんなことはないよ。僕は嘘つきだからね。冗談めかし、彼はいつものように爽やかに微笑む。それに統一派と皇族派が争ってなかったら、僕の母はもうとっくに死んでいたよ。それはそうかもしれぬな。シーラの容体が小康状態を保っているのは、この魔法委員を牛耳る魔族のおかげだろう。統一派と皇族派のいさかいがなければ、つまりアボス、ディルエビアがいなければ、レイを利用するため、シーラの精霊病の治療をすることもなかったはずだ。聞いてもいいですか？あいにく君が知りたいことは言えないんだ。いえ、お母さんのことです。母の？意外と言った様子だった。聞いても仕方がないと思うけど。じゃあ、言えるってことですよね。ミサはにっこりと笑う。レイは押し負けたかのように苦笑した。こんな時に、そんなこと聞くなんて、君は変わっているね。実の母親じゃ、ないんですよね。そうだね。僕はもともと、イエスタ家の生まれなんだ。あの魔法の名家のですか？そう、イエスタ家では、秘伝の魔法を代々子供に受け継がせていてね。イエスタ家に生まれた子は、初めからその魔法を使うことができるんだ。だけど、僕はどういうわけか魔法を継承することができなかった。魔法を継承するのは根源魔法の一種だ。自らの根源の一部を我が子へ分け与える。だが、その魔法の継承がうまくいかないケースというのが稀に存在する。一番可能性が高いのが、その子の根源がより強い根源魔法の影響を受けているということ。例えば、シリカの魔法だ。先祖代々伝えられてきた魔法を台無しにした僕は、出来損ないと言われ、捨てられたよ。捨てられたって、いつですか？5歳かそれぐらいだったかな。正直、どうすればいいかもわからず途方に暮れたよ。僕の故郷の町はイエスタ家が実権を握っていて、誰も僕を助けてようとはしなかった。イエスタ家は僕がそのままのたれ死ぬことを期待したんだろうね。数日間、ほとんど食べるものもなく町をさまよい、空腹で、とうとう僕は動くこともできなくなった。その時、手を差し伸べてくれた人がいたんだ。それが、レイさんのお母さん、ですか？レイはうなずく。僕を家に連れて行ってくれて、温かい食事と、ベッドを用意してくれた。それから、そのまま家に住ませてくれたよ。だけど、そのせいで母はイエスタ家の怒りを買ってね。僕をこのまま養うなら、仕事を辞めさせると脅しをかけられた。それでも、母は僕を追い出すことはなく、結局二人でイエスタ家の手の届かない町まで引っ越したんだ。優しい方なんですね、レイさんのお母さんは。そうミサが口にすると、レイは嬉しそうに微笑んだ。
大きくなってから、どうして僕を助けてくれたのか聞いたよ。なんて言ってました？母も父親に捨てられたそうだよ。母の父親は皇族派だったらしくてね。母の母親は精霊だ。捨てられた理由は君ならよくわかるだろう？ミサは悲しそうな顔でうなずいた。皇族派の立場では、混血の子を設けたなどと知られれば、ただでは済まないだろう。保身に走り、自らの子を捨てたというわけだ。だから、捨てられた僕を、どうしても放っておけなかったと言っていたよ。そうですか。とミサは優しく相槌を打つ。母は僕を実の子同然に育ててくれた。だけど、母は生まれつき、体が弱くてね。原因もわからず、どんどん魔力が減少して、根源が希薄になっていく。とうとう精霊病を発症して、もう1年も意識が戻らない。どんどん魔力が減少していく、か。その場合は根源に異常があったり、体内の魔力の通り道が狂ったりしていることが多いのだが、シーラの場合は正常だった。いろんな魔法医院を訪ねて、ようやくここにたどり着いたんだ。なんとか小康状態を保つ治療ができたと思ったら、取引を持ちかけられたというわけか。タイミング的に、ミーシャと出かけた時にあった、あの時か？許せません。ミサがつぶやく。彼女の憤りがありありと見えた。こんなやり方、母親を人質にとって、脅して、意に沿わないことを押し付けようなんて、絶対、許せない。レイは困ったように微笑む。それから、言った。ありがとう、怒ってくれて。レイはキビスを返し、ドアの方へ向かう。ごめんね。そう背中越しに言って、病室を出て行ったのだった。次回は、魔王学院の不適合者、第57話、シーラの願い、第58話、尾行、高評価、チャンネル登録、お願いします。